皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、ゴーヤと砂肝を使ったガチで美味しい炒め物の作り方を紹介させていただきます。そして今回はゴーヤの苦味が強すぎてあんまり好きじゃないっていう方も試してほしい。マジで心地よい苦味が残りめっちゃ食べやすくなるゴーヤの下ごしらえ方法も一緒に紹介しましたんで、きつい苦味が苦手っていう方は試してみてください。ほんとね、苦ってならないです。なんか口の中で心地よい苦味だけが残るんで、ぜひ一回作ってみてください。マジでこの炒め物食感が良すぎてご飯もお酒も止まりません。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。ゴーヤ1本。今回ちょっと大きめのものを使いますね。砂肝約 200g。味付けはこちら。これね、醤油とお酒を大さじ1杯ずつで混ぜ合わせた状態のもの。バター 10g。チューブのもので OK。おろしニンニク適量。そしてこちら。ゴーヤの下ごしらえ用に砂糖と塩をね、小さじ1/2分の1ずつで混ぜ合わせたこの砂糖塩を使います。はい、そして塩コショウ。こちらは砂肝の下ごしらえ用に使います。材料は以上です。まずはゴーヤの下ごしらえからしていきます。はい、これちょっとね、上下のヘタの部分を切り落として、半分にズバッと切ってください。はい、こんな感じね。よいしょ。そしたらこの中のふわふわの綿と種をスプーンなどを使って取り除いてください。はい、これね、スプーンなどでガリガリっとこう削ってあげると簡単に取れるので、このふわふわの綿と中の種をきれいに取り除きます。はい、こんな感じね。よいしょ。こんな感じですね。ゴーヤの種と綿を取り除いたら切り分けていきます。今回は程よい苦味を残したいので、できるだけ薄く、はい、こんな感じでスライスしてください。ここでね、分厚く切るとゴーヤの苦味がね、強く残るので、お好みの加減で OK です。私は結構ね、ペラペラに切っちゃいます。こうしとくことで、心地よい苦味が残って、めちゃくちゃ美味しく仕上がる。ただ、ゴーヤの苦味が好きで、強い方がいいっていう方は、1、2ミリぐらいで分厚く切っても全然問題なし。苦味に弱い方は、できるだけ薄くスライスしてください。よいしょ。こちら、薄く切り分けたゴーヤ。ここに用意しておいた砂糖塩を加えてください。そしてしっかり全体的に混ぜ合わせて、ゴーヤに砂糖塩を絡めてください。この砂糖塩を絡めて、ゴーヤの余分な水分を引き出すことで、さらにね、心地よい苦味に変わりますんで、ほんとね、ゴーヤの苦味に弱い方はこの作業をしてください。もう苦くても全然 OK っていう方は別にこのままね、次に行っていただいて問題ないですが、この砂糖塩を絡めて、だいたいね、20分ほど置いておくと、余分な水分が引き出されて美味しくなるんでね、これマジでやってみて。次は砂肝。適当にね、半分に切っていただいて、この、わかるかな？ここの白くて硬そうなところ。わかりますかね？ここのね、白いところが硬いので、まな板にピタッと押し当て、ちょっとね、飛び出てるところがあるので、ここから包丁をスススーっとね、入れてあげると白い部分だけ簡単に取り除けます。別にね、この白いところ食べれるんで、硬いのを食べても問題ないっていう方は取らなくてもいいですが、私はこの白いね、銀皮って言われる部分取り除いとくと、シャリシャリっとした食感になって美味しいと思ってるんで、はい、こんな感じで。とりあえず銀皮をすべて取り除いてください。もちろんここも食べれますんでね、さっと茹でて、ポン酢で和えたり、塩コショウで炒めてもね、コリッコリで美味しいんで、捨てずに使っちゃいましょう。もう食感が気にならない方は、つけたままで OK。そしたら、適当で構いませんので、はい、こんな感じで薄切りにしてください。この砂肝ね、すべて薄切りにしちゃいます。よっとこちら、薄く切り分けた砂肝。そしたらここに塩コショウを軽くして下味をつけます。はい、これも軽くで大丈夫です。
はい、黒胡椒。おろしニンニクももう入れといてください。この状態でしっかりと揉み合わせて、塩胡椒、ニンニクを砂肝の表面に絡めちゃう。これもね、このまま10分ほど置いて、馴染ましといてください。この作業をしてる間に、ゴーヤちゃんの方もいい感じでね、砂糖塩が馴染んでくるので、そしたらこれね、さっと入れていきます。はい、こちら、たっぷりのお湯用意してください。ここにね、砂糖塩を馴染ませたゴーヤを入れます。あんまり茹ですぎると食感が悪くなるので、1分ほどで OK です。さっと茹でたら、湯切りして流水で冷ましてください。はい、こちら。1分ほど茹でて、お水で冷ました状態のゴーヤちゃんね。そしたらこれ、手でギュッと握り込んで、しっかりね、水分を切ってください。はい、こんな感じ。ここでね、ビチャビチャだと仕上げの味がボケちゃうので、ぐっと握り込んで、できるだけ水分を絞り切ってください。こちら、水気をギュッとね、絞り切ったゴーヤ。これで、ゴーヤの下ごしらえ完了。ほんとね、この下ごしらえしとくことで、苦っていう感じではなく、食べやすくてまろやかな心地よい苦味になるので、めちゃくちゃ美味しく仕上がるんでね。ぜひこの下ごしらえ覚えておいてください。こちら砂肝の方も10分ほどなじましておくと余分な水分が出てきますので、はい、これね、キッチンペーパーなどでぐいぐいっとこう押さえつけながら、これも滲み出た余分な水分をしっかり吸い取っとってください。はい、こんな感じ。キッチンペーパーで包んでね、こんな感じで揉み込むようにすると、いい感じに簡単にね、余分な水分拭き取れるので、まあ適当で構いませんのでね、こんな感じで水分を取り除いてください。これで砂肝の方の下ごしらえも OK。もうここまでできたらね、超簡単。次はフライパン用意してください。そして弱火で構いません。全体的にまずは温めます。油は薄くでなじましといてください。全体的にフライパンが温まりましたら、まず砂肝から炒めていきます。はい、シャシャーっとね、混ぜながら広げながら、表面が全体的に白っぽくね、なってくるまで炒めてください。ここ火力強すぎると砂肝がね、カッチカチになっちゃうので、もう弱火で OK です。こんな感じで混ぜながら、ほら、ちょっとずつ白くなってきたでしょ。これ全体的にね、砂肝の表面が白っぽくなるまで炒めてください。はい、こんなもんですね。全体的に砂肝の色が白っぽく変わったら、次はゴーヤすべて入れます。はい、温まる程度に、ゴーヤもほぐしながら、1分ぐらいで OK かな。弱火のままでいいので、炒め合わせてください。はい、全体的にね、温まったかなっていう感じまで炒め合わせたら、このお酒と醤油を混ぜ合わせたものを入れる。はい、あとはこのまま優しく混ぜ合わせつつ、表面にこの醤油を絡めちゃいます。はい、もう弱火で最初から最後までいっちゃって。はい、こんな感じね。はい、ここもね、1分ぐらい炒め合わせると、もう醤油のタレがほぼほぼなくなっちゃうので、いい感じに全体に煮絡んだら、火を消してください。最後仕上げ。バターを投入。優しく混ぜながら余熱でバターを溶かして全体に絡めるだけ。もうたったこれだけよ。ここでね、味見していただいて、もしちょっとね、物足りないなと思う方は塩コショウで整えてくれて OK です。はい、このね、バター醤油がマジで砂肝とゴーヤとの相性抜群だ。はい、完成。バターが溶けて絡んだら出来上がり。じゃあ盛り付けちゃおう。はい、完成しました。ほんとね、コリコリシャリシャリとした食感が特徴的な砂肝と、ほろ苦くてね、大人の味わいのゴーヤを合わせたバター醤油炒め。マジでこれ美味しいんで作ってみてください。それでは、今日も、ポーいただきます。
まい。これは最高。味付けはね、バター醤油と定番ですが、今回はゴーヤと砂肝に丁寧な下ごしらえを施し、下味もつけてるのでマジで美味しい。ほんとゴーヤね、今回の下ごしらえ方法ぜひ試してみてください。きつい苦味じゃなくてほろ苦い感じで、マジでね心地よい苦味だけが残ってむちゃくちゃ食べやすくて美味しい。最高。砂肝も硬い部分を取り除いて薄く切ってるのでね、マジシャリシャリコリコリとした食感が癖になる。ゴーヤね、夏になったら美味しい野菜で栄養も豊富なんでマジ食べちゃおう。うまいわ。ゴーヤのシャキシャキの食感も全然残ってますし、砂肝のこのコリコリシャリシャリとした食感も見事にマッチして最高。いや、これマジ作ってほしい。めっちゃうまい。しかもこれね、お酒も完全に進むやつ。はい、ということで今日もいっちゃおう。乾杯。うまい。マジでこの苦味と食感が最高にお酒に合う。箸止まらん。そして今回は炒める時もう最初から最後まで弱火で OK です。炒め物に慣れててね、強火でやっても大丈夫っていう方は全然いいんですが、下手に強火で炒めて一気に火を通しちゃうと砂肝はカチカチに硬くなりますし、ゴーヤふにゃふにゃになるんで、弱火でじっくりね混ぜながら炒めても 3,4 分もあれば作れちゃいますんで、ゆっくり炒めてください。そうするとね、ゴーヤも砂肝もマジで心地よい食感が残って美味しく仕上がります。うまっ。これ無限に食えるわ。やっぱ夏はゴーヤやな。マジでうまい。箸止まらん。おつまみとして最高。ほんとね、ちょこっと素材に一手間加えるだけで美味しさが引き立ちますんで、マジで今回のねゴーヤの下ごしらえ方法試してみてください。うますぎ。